Welcome! 皆さんこんにちは。ジュディオーグです。今日はね、アポロとニコラ2人付き合ってくれてます。嬉しいなんて。今日お話ししたいことは、私、今まで勘違いを起こしていることが犬に対してですね。この Talking Terms with Dogs Calming Singular っていうこの本を、ノルウェーのドッグトレーナーさんでトゥーリとリガスさんという人がいらっしゃるんですけども、トゥーリとルガスさんで、彼女のずっと人生を通して犬を観察したんですね。ですごいことが分かったっていう話。犬は世界中どこでも共通の言葉を持っている。すごいと思いません？人間は全部自分のことを考えちゃうから、だんだん自分の国の言葉を人に分からないようにわざと難しくして伝えるみたいな、なんかそういうようなことをするけど、犬というのは昔はね、これ見て分かるようにドミナンス・イン・ドッグスっていうこの本もそうなんですが、これはですねバーリー・イートンさんという人が書いたんですが、犬の元は狼、狼が人間にこう近づいてくるんですけども、それでだいたい1万4000年をかけて自分の好みに犬をいろいろ変えてきたのが、いわゆるホームドッグと言われる人間と共に生きる犬となるわけですね。でも、アイタンおいで、アイリスちゃん、一日ちゃん、いい子ですね。いい子ですね。いいですよ。何でも好きなようにやっていいですよ。元はこのウォルフっていうのは一つのグループ、仲間で、そこにリーダーがいて、リーダーは頭がいい。で、リーダーと共にお互いにこの狼同士が狩りをした。つまり食べていくのに狼同士がお互いにチームを組んでやっていくと、やっと食べ物にありつけるという、野生の中の、生活ですけど。だからそれが人間と一緒に狩りをするようになると、こう人間があげるのね。何でもこうあげる。そうすると自分で狩りしなくなっちゃったの、この人たち。だからそれが いわゆる犬と狼の頭の中の違い。で、狼の方が脳が大きいです。びっくりしました。それからもう一つ、私がずっとやってきて、そうか、そういうことだったんだって分かったのは、アイリスちゃん、時々ね、前足痛くてこうしてる時があったんですね。で、ずいぶん長く続きましたね。で、その理由が分かったんです。今、それはね、首輪でもってずっとこの彼女は引っ張るわけですよ。で、引っ張らないようにするように頑張るんですけど、それでもやっぱり行きたくない時はこうするし、行きたい時はこうするし。で、それがこの頸椎をずっと痛めてたんですね。つまり犬っていうのは、私たちってここに鎖骨がありますよね。鎖骨がね、ワンちゃんにはないの。だからこの頭の重さを全部首で支えてるんですね。そこにまたこの首輪をつけちゃうもんだから、ギュッギュッってやってるうちにだんだん頸椎の中のいろんな病気が出てきてしまう。で、それをアイリスちゃんは特に華奢なので、この人はハーネスやるんですけど、この人なかなかお洋服も嫌いだし、ハーネスもなかなか難しかったんですけども、一回ハーネスを出て、あれこんなに楽なんだって彼女は分かったら、ハーネスは全然嫌がらなくなったんですね。なので、それでどうしたかっていうと、手が治ったの。もう半年ぐらい痛くないです、全然。だから、私たちはね、もうちょっと勉強しなきゃいけないんだなと思って、この5本を全部読みました。それでその犬の言葉っていうのを世界中の共通語だっていうのが、このチューリットさんが言うわけですね。私ね、本当にそうなんだって分かりました。緊張しているのを自分で少し緊張を解くような行動をとるっていうのは、鼻舐めるんですね。あくびをする。あくびをすることによって、2つ来るワンちゃんに対して、自分は悪いことをしない、仕掛けないにワンちゃんだよっていうのを表現するのがあくびなんですね。あくびだったり、伏せしたり、それから見ない。顔を横にする。目線合わせない。これが全世界共通でした。で、アイリスがそれやるのを見ました。
これがこの人たちの言葉だと思いました。そしてアイリスちゃんはね、外から入ってくると足洗わなきゃいけないじゃないですか。決して好きじゃないんですよね。それはわかります。だけどやらなきゃしょうがないでしょ。だから台に乗せて足を洗おうとすると鼻舐めてますよ、自分で。鼻舐めてるのはこれはあんまり好きなことではないっていう。だけど自分をここで落ち着かせなきゃいけないからって鼻舐めるんですね。ペロッペロって。今までお腹空いてるのかしらと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。そのうちにね、あくびしやすの。これブラッシングが始まると、あくびするのね。あら、眠いのかしら。違う。自分をカーミングするということ、自分を落ち着かせるのと同時に、私に、その行為は私はあんまり好きじゃないのよっていうことを証明するというか、伝える、その言葉だったんですね。だから、ガッガッってやってたら、あ、この子今辛いんだわ。じゃあもうちょっと柔らかくいこうとか、そういうふうなことを私がやっぱり気がついてあげるっていうこと。それがまず一つ。それからもう一つ、耳かく。私たちもいいってなることがあるじゃないですか。この人もちょっともうなんとかしてってあるじゃないですか。書くんですよ。ワンコも書くの。それはもう全世界一緒。そしてこの本の中で私またびっくりしちゃったのが、例えばアイリスちゃん、テレビの中で動物見ると、まあ吠える吠える吠える。もう止まらない。だけど、それは大丈夫よ。ここに映ってるのは大丈夫。私がテイクケアするから。あなたは心配いらないのよっていうのをこう手を、無言ですよ。手の顔の前に、真ん前じゃないけども、テレビと彼女の間にこうやって手をこうやって置くんですね。こういうふうに。そしたらね、黙りました。あ、別にいいんだって思ったんですね。いいんだって言っちゃいました。で、私、結構それ目から鱗っていうか、こんなことをなんで知らなかったんだろうっていう。もう、それからなんか出てくると、こうやる。でさ、この頃は、本当まあ、本当ってなるとこあるけども、って言ってると、シュッていなくなりますね。外で、犬が吠えている。私が窓のところに行って、窓と彼の間になって大丈夫ってやると、パッと止まります。これがカーミングシグナルというものなんですね。私たちが全然、本当は知ってたらもっとスムーズにいくはずなのに、言葉が分かんなかったっていう。びっくりしましたね。お家でやってみてください。その代わり、頭の中のイメージは、大丈夫。私に任せて。それは吠えなくていいとか、それからちょっと待って、それから後でにしましょうとかいうのって、頭の中で考えて、それで手でこうやる。そう本当におやつ欲しいって来てもこうやったら止まるんですね。不思議ですね。そしてもう一つは、私散歩っていうのって歩かせても運動させなきゃいけないってそう思ってたんですよ。そうじゃないの。運動は家の中でも走ってるし、十分に自分たちのペースでやる。がしかし、外に出て彼らがやることは情報取りなんです。新聞読んでるみたいなもの。だから、何時間前に何々ちゃんがここに来たなとか、これ知らない匂いだな。これは何なんだろうとかね。全部、草むらとか、彼らにとって新しい匂いとか、知っているワンちゃんの匂いとか、そういうの全部チェックして歩いてるんですね。それをやると頭が良くなる。つまり、ワンちゃんっていうのは嗅覚でいろんなことを新しい匂いとかそれらを収集して頭が良くなるんだそうです。それを十分にさせると今度はまた満足してこのように寝てくれるわけです。なので、全然勘違いしてた。もうぐいぐい引っ張って歩かせなきゃいけないと思ってたけど、そうじゃない。彼らのペースに酔いをかして、で歩こうってなったら一緒にまた歩けばいい。ということなんですね。それが散歩、嗅覚ということを、彼らの嗅覚をその2つにしましょう。それが次、目。鼻の次は目。だから、向こうからあんまり好きじゃないワンちゃんが来たら、なるべく避ける。お互いに触れないように。じゃなかったら、この人をよく知ってるって人がいたら、10メートルぐらい先を歩いてもらって、後ろからゆっくり間を詰めない、パラレルウォーキングって言うんです。間を詰めないでこうやって歩いていくと、そのうちにそのワンちゃんとなれるんですよね。そういうふうなことをね、もう何にも知らなかったなと思いながら、
迷惑をかけてたな、かわいそうに、もうちょっと幸せに生きられるようにしてあげようと、そう思いました。だからみんなにそのお話を今日しようかと思います。ぜひとも読んでみたい方は読んでみてください。これ日本語で出てるのかな。トゥーリとリーガスの On Talking Terms with Dogs、 犬と話をしましょう。そして彼らと私たちの落ち着きましょうっていうシグナルを説明しています。それからDominance in Dogs。このドミナンスっていうのは、例えば自分が食べたいもの、これを自分のものと思って食べているのに横から取るとか、そういうふうなことに対してっていうことがある。それはドミナンスなんですよ。それじゃ僕のじゃない。しかし僕はあなたの上に立ってどうのないんです。それは私たちの勘違いでした。というよりも、犬がニュートラルな気持ちでいて、そこで、私たちがいかにリーダーシップを取ってあげるか。それが我々の大事な役目なんですね。よく考えてください。赤ちゃんが生まれました。普通のご家庭で赤ちゃんが生まれました。そしたらお乳をあげながらだんだん大きくなっていくのを見て、また教えてあげながら育つじゃないですか。この狼の家庭もそう。生まれたらばお乳あげて、だんだん大人になるまでゆっくり教えてあげるんですね。それでその両親を見ながら犬も育ち、そしてやがて自分が両親になっていく。じゃあワンコちゃんの赤ちゃんが来たら私たちはどうなんですか？同じ動物でしょ？そうすると私たちは親としてこの子たちのケアをしてあげるという、そういう考えでいれば間違いない。もう叩くとか教えるのになんとかとか無知でいらないんですね。褒めてあげる。褒めるということがいかに大切か。そして、ちょっと体が具合悪いかなって、親だったら子供のことを見ますね。それと同じように、ワンコもそういう目で見てあげるということが、この人たちが健康でいられるということなんですね。これ、犬がぎゅうぎゅう引っ張ったらどうしようっていう。これって、引っ張るのを引っ張るから引っ張るんですね。彼らにもうちょっと自由な空間を与えると、引っ張るって辛いんだなってわかるんですね。だったらわざわざ辛いことやらないですよ。楽にいけばいい。いうふうなことを言っている。What to do when my dog pulls。私のワンコが引っ張ったらどうしてようかということを書いている本です。これもよく読むと、だいたい引っ張るときって向こうから会いたい犬なのか、会いたくない犬なのか、会いたくない人なのか、オブジェなのかが来たときに、一番の自分を守る方法っていうのは攻めなんですよ。だからグイッといく。そうじゃなくていいんだよ。違う方向。私たちがそれをリードしてあげる。そうすると、なんでもないんだってことが分かってくると、引っ張らなくなるんですね。それリードの長さもあんまり短くこうやって持ってるといつまでもこうやって引っ張る。だからそれが少し余裕がある。しの字型になるように、この中ではスマイリーって笑ってるって言いますが、日本ではしの字型になるようにリードを持つと引っ張らなくなるんですって。それは一回外に出て一緒にやりましょうね。ここで口でいくら話してもわからないと思いますけど、そうやって犬との生活を全く見直した私です。それを皆様に伝えたくて今日長々とお話しいたしました。この3冊の本、犬を理解する意味で非常にいい本なので、ぜひとも読んでみてください。今日はそんなわけでワンちゃんと私のお話をいたしました。また見てください。それから登録してくださいね。なんかコメントがあったらぜひとも、残してください。それではまたお会いしましょう。起きて。ニコおいで。ニコちゃん。はい、ここちょっとだけです。下でお腹出しちゃったら全然見えないです。